スノはどこまで変拍子を認識できるか。今日はそれを調べてみることにするよ。まず最初に注意点として、今日はオーディオアップロード機能を使うよ。つまりスノ外で音楽を演奏して、それをスノに取り込む作業をする。音楽未経験者には敷居が高すぎるから、あまりオーディオ機能は使いたくないんだけど、どうしても調査に必要だったから、今日は自前の音楽ファイルを使っていくよ。今日動画で使った音楽ファイルは、スノ内で公開しておくから、音楽未経験者でもそのファイルを使って、変拍子曲を作ることはできるよ。それじゃ本題に入ろうか。まずはスノの拍子について解説するよ。スノの生成する曲の大半は4拍子。ワルツみたいな特定の曲は3拍子になる。5拍子や7拍子のような変な拍子も時々出ることはあるんだけど、安定して出せるプロンプトを私は知らない。もし知っている人がいたら教えてね。だからプロンプト以外の方法を使う。変拍子の音楽ファイルを自前で用意して、それを利用して変拍子の曲を生成する。今日のテーマはそれになるよ。アップロードした音楽ファイルはカバー、ペルソナ、エクステンドができるけど、エクステンドが一番元の曲を再現するよ。拍子を移植するならエクステンドがいいね。エクステンドは3種類の情報を参照する。まずは元の曲の全体の情報、 BPM と拍子、調整、キーやメロディー、そして楽器を元の曲と合わせようとするよ。次にエクステンドする直前の曲調を参照して、それとつながるような曲を生成する。最後に普通の生成と同様に入力したプロンプトの情報を参照するよ。普通のエクステンドは2の効果が強すぎて、プロンプトはほぼ無視されてしまうけど、2の効果は開始地点を無音にすると消える。これはフェードアウトの解説回で説明したね。それと1の効果なんだけど、元の曲がドラムだけだったらどうなるかな。ドラムだけならキーもメロディーもない。つまり調整の効果を無視できるね。まとめると音がドラムだけで、最後が無音の音楽ファイルをエクステンドすると BPM、拍子、ドラムのみが固定されて、それ以外は自由な曲が生成できそうだよね。じゃあこの理論が正しいかどうか、まずは5拍子で実験してみようか。5拍子のドラム音楽ファイルを用意したから、まずはそれを聞いてみてね。まずは5拍子で適当にドラムを叩く。最後を無音にすることを忘れないでね。そのファイルをスノにアップロードしてエクステンドすると5拍子になるはずだね。それじゃ実際に5拍子になるのか、実例を聞いて確かめてみよう。
5拍子のファイルをエクステンドすることで素のでもいろいろな5拍子を作れたね。元のリズムファイルを真似するのではなく、5拍子を理解して別のリズムを作れるから、想像以上にいろいろな曲を作れるよ。実用的に使えるテクニックだね。ただもちろん問題点もいろいろとある。一番厄介なのは曲調の変化だよ。影響を与えにくいファイルを作ったけど、それでもやっぱり曲調を変える効果は出る。私のファイルはスネアを使ってるから、エクステンド後の曲もスネアが強調されやすいね。じゃあスネアを使わなければいいのかというと、それはそれで困ったことになる。バスドラムとハイハットで5拍子を作ると、スノは8分の6拍子だと誤認しちゃうよ。この辺の話は深く語ると難しくなるから、音楽理論の話はせずに簡単に説明すると、単純なほど曲調に影響を与えにくいけど、単純すぎるとスノが誤認識するって感じ。もう一つの問題はエクステンドで作るから、BPM が完全に固定されてしまうことだね。これは BPM を変えた別の音楽ファイルを作れば解決するけど、まあ面倒だね。さっきのドラムは BPM150 だったけど、BPM175 にしたファイルも作ってみたよ。BPM175 のファイルをエクステンドしてみたら面白い変化をしたので、それを紹介するね。基本的には BPM を上げるほどスノが拍子を誤認する確率は上がる。ただ誤認識してもそれはそれで面白い。中途半端になってすごい変拍子になるね。ただもちろん中途半端な変拍子は普通の拍子に戻ってしまう可能性も高い。どちらがいいかは好みの問題だね。それじゃ次は7拍子をやってみようか。やることは5拍子と同じだから、説明はなしで実例だけ紹介するよ。7拍子の音楽ファイルをエクステンドしてもちゃんといろいろな7拍子の曲ができたね。ただ残念だけどこのテクニックは5拍子と7拍子でしか使えなかったよ。
9拍子は成功率は低いけど、時々は9拍子を作ることもできたけど、11拍子や13拍子は完全に無理そう。この辺がスノの認識の限界ってことだね。もっともさっき実例で聞いた通り、スノは混合拍子の概念がしっかりあるので、5拍子や7拍子が不安定に出ればかなり複雑な拍子も生成されるよ。今日の動画で使った音楽ファイル、5拍子 BPM150、BPM175 と7拍子 BPM120 は動画の説明欄にリンクを貼っておくから、興味があったらエクステンドして遊んでみてね。変拍子に対応できないスタイルは多くて、まともな曲ができないことも結構ある。でも変拍子に対応できるスタイルを選べば半分くらいの確率で変拍子になるよ。学習元が多いメジャーなジャンルとか、もともと不規則なスタイルは変拍子になりやすい。プロンプトをいろいろと試行錯誤してみてね。変拍子が好きなら楽しめると思うよ。それじゃまたね。